ゆういちろうです。今回ですね、UX デザイン基礎の基礎というところで、知らないと話ができない UX 周りのいろいろというところで、かなり基礎的な、UX 周りの言葉の話を、していこうと思います。はい、この動画を見ることで、UX 周りのキーワードを整理します。そして実際に生きた言葉として現場で使える。結構ね、曖昧な理解で使ってる人が結構いるなというふうに実感としてあるので、こういう動画を作らせてもらいました。はい、UX 関係の話によく出てくるややビッグワードとして、多いのが、UI って言葉、そして UX って言葉、そして UX デザインって言葉、そして人間中心設計、そしてデザイン思考を、あとユーザビリティ、みたいなところのワードの説明をしていきたいと思います。はい、早速いきますが、まず UI ですね。これほとんどの方がご存知だとは思うんですけども、ユーザーインターフェースの略ですね。これは何かというと、ユーザーとその対象を、サービスや製品のことですね。の接点のことですね。その接点、ユーザーが認知し使用する部分すべてのことであると。はい。図にするとこんなイメージですね。その製品とかサービスがありますと。そしてそれを使うユーザーがいます。で、そのサービスとユーザーの間には必ずね、そのユーザーインターフェースっていうものが存在しています。なので、この存在する境目のことを UI と呼びますってことですね。結構この概念実はすごく大事なものでですね、いろいろ考えてみると、世の中の全てのね、デザインされたものは、ユーザーインターフェースであるっていう捉え方もね、できたりはするんですよね。例えばパソコンで言うと、パソコンのキーボードだけじゃなくて、モニターもですね、ユーザーの視覚と繋がっている、視覚の間にあるものなので、そのモニターも UI ということで、できると思いますし、かなりね、広く使われるんですけども、僕たちがね、よく使うものはアプリの UI とか言った場合は、そのアプリのデザイン、目に見える部分のね、デザイン全般のことを言ったりはしますと。はい。で、続いてこれ UX ですね。これはユーザーエクスペリエンスの U と X を取ったもので UX であると。で、これはユーザーの体験です。そして解釈はね、かなりめちゃくちゃ多いんですけれども、大きく言うと主観的、時間的、状況的な時のユーザーの体験のことを表します。ちょっと後ほどね、詳しくお話ししますが、図にするとこんなイメージですね。先ほどの、製品、サービスとユーザーの間にこの UI がありますと。で、その製品と、サービス、ユーザーの関わる体験ですね。その、関わりの体験の一式をデザイン、ごめんなさい。関わり一式のことを UX と言いますと。ユーザーエクスペリエンスと言いますと。なので、UI の方が狭い概念であると。UI よりも広い概念がこの UX であるっていうことが、ありますと。はい。で、その時の解釈の仕方なんですけども、3パターンありますと。まず一つが、主観的側面。ユーザーがその製品やサービスを体験することで、どんな感情を抱き、評価するかを考えることであると。ユーザーごとに感情や評価が異なると理解するべきであるということですね。要は、かなり若い10代の方が触れるときと、50代、60代の方が触れるとき、体験するときっていうのは、かなり思うことにね、差がありますと。なので、こういう時にね、ターゲットを絞るというようなことでやっていくわけなんですけども、例えば、10代の子がね、熱狂してるものを、そのまんま50代、60代の方に、提供しても、おそらくそこまでヒットしないであろうってことは、なんとなく感じるところでありますし、あとは男女の差でも違いが出るでしょうし、こういったね、主観的な側面っていうものを、その大きな男女とかの大きなくくりだけじゃなくって、もっと細かくね、細分化して、体験する状況を考えていくべきであると。はい。あとね、時間的側面ですね。あと製品やサービスを利用前、利用中、利用後、一連の体験期間を全てにおいて、抱く感情や評価を考慮すべきである。何かというと、商品をね、購入する前
例えば商品を購入する前ではなく、購入後の体験含め商品に関わる全ての時間を設計することが大事ですよと。これがかなり、UX って言葉が出てきたことの象徴的なものではあると思うんですけども、例えばサブスクリプションサービスなんかで言うと、既存のね、一発打って終わりっていうビジネスモデルをもう覆して、もうビジネス界、かなりね、一般的なものとして扱われていると思うんですけど、サブスクリプションってものが。これ何かというと、それを購入した時だけじゃなくって、購入後もね、しっかりと考慮した、サービスを展開していますよね、サブスクリプションなんていうと。なので、利用前、でも利用中でも利用後でも、一連のね、体験期間っていうものをしっかりと考慮して、この時間的側面っていうものをすべてのね、時間的側面を考慮した体験に、するべきであるっていうような内容ですと。はい。そして3つ目。状況的側面ですね。ユーザーが製品やサービスを体験する環境や状況をすべて考慮すると。例えば利用するのが屋内なのか屋外なのか、ってことは、これはとても大事ですよね。利用するところが、電車の中で、スマホを見て利用するものなのか、それともですね、例えばオフィスの中ですね、PC を開いて利用するものなのかというところで、かなり、当然ね、設計するものも変わってきますし、情報も変わってきますし、当然ね、表面的に出る UI も変わってきますと。そういう状況的な側面も判断しましょうということですね。なのでさっきの3つ、主観的側面、時間的側面、状況的側面っていうものをしっかり考慮した UX 設計にしましょうということですね。はい。ちなみにですね、UX を考えるときにとても役に立つ考え方、モデルとしては、このジェームズ・ギャレットの UX5 階層モデルっていうものを結構ね、使われるんですけども、前見たことある人かなり多いと思うんですけども、何かものを作るときにですね、まず最初は戦略から練りますよね。これもほとんどもうトップからですよね。経営層、決定権のある方が、戦略を練りますと。なので、ここのサービスを、この部分をね、扱うときは、もうかなりトップの層までね、ヒアリングに行ったりとかっていうことが大事になってきますと。ごめんなさい。この UX5 階層って細かくはまた今後ね、お話をしていくんで、今はざっくりとね、この全体像のお話だけ足してもらいます。はい。まずは戦略を立てた上で、ユーザーのニーズですね。ユーザーのニーズとかサービスのゴール、目的みたいなものを、しっかりと設計してあげるっていうことですね。そして、次の段階、4段階目として、要件を決める定義しますと。で、それは機能の仕様であったりとか、コンテンツの要求であったりとかっていうものを詰めていきますと。で、全然ね、ここの段階ではね、形には全然全くなってませんと。で、そういう部分っていうのは結構ね、UX に関わる内容であると。UX 言葉はね、ちょっと使い方いろいろあるんですけども、体験の全体的な設計として、この2つは大事になってくるので、あえて UX に関わるものという書き方をさせてもらっています。そして、ね、徐々に形になってくるんですけども、それをまとめて構造化していきますと。第3階層目。はい。これインタラクションデザインだったり、インフォメーションアーキテクチャであったり、IA とかいうところですね。この辺の言葉っていうのは、実はこの骨格とか表層でも出て、使うものなので、はっきりパキッとね、構造だけに使うものではないんで、インタラクションデザインなんか特にね。なんですけども、便宜上ここに、多くをここで扱いということで書かせてもらってます。はい。で、構造が出来上がったら次は骨格ですね。骨格。これはインフォメーションデザイン、インターフェースのデザイン、ナビゲーションデザイン。いわゆる、よく言われる UI、目に見える UI ですね。ワイヤーフレーム的にも見えることもあるでしょうし、っていうようなものですね。で、その骨格ができてきたら最終段階として表層を作りますと。で、その表層はビジュアルデザインであると。グラフィックデザイナーなんかにポンと入ったら、ここだけしかさせてもらえなかったりもするんですけども、はい。なんで、これ、表層的なデザインのことを、このビジュアルデザインと、UX5 階層モデルでは言いますということですね。なので、この上3つのフェーズのことを、階層のことを、
UI に関わる階層と言いますね。はい。なので、戦略のところは抽象的で何も形には見えないものなんですけども、この表層に近づくにつれてこの具体化されていくといったモデルのことですね。はい。なので、ここに関わる人はね、必ずしもデザイナーだけではなくて、もちろんね、ディレクター含め、プロデューサー含め、プロダクトマネージャー含めですね、対象のあたりは関わってきますと。で徐々にですね、UX デザイナーとかプロダクトデザイナーはずーっとね、関わってると思うんですけども、徐々に UI デザイナーにバトンタッチしたりとか、最終段階は、エンジニア含めてとか、いろんな方が、ジョインしていきますというような流れですね。はい。これも詳しい話をまた後ほどするので、今回はこれぐらいにしておきます。はい。かなり UX の部分かなり多めに説明させてもらったんですけども、UX デザインっていうものは UX とどう違うのかっていうことをですね、そんな難しい内容ではないんですけども、ユーザーに優れた体験を提供することを目的とした手法であると。ユーザーに良い体験をしてもらうことは UX デザインの使命であるとですね。図にしてみると、さっきの UX っていう概念ですね。この部分ですね。この部分をデザインする人のことをデザインすることを UX デザインと言いますと。それは UX デザイナーがもちろん UX デザインをするんですけども、例えばここね、プロダクトマネージャーのこともありますし、当然ですね、なんでしょうね。ここ、ディレクターが当然することもあるでしょうし、誰がしたら、役割はね、結構明確に決まってるわけではないんですけども、主に UX デザイナーという肩書きがある人が UX デザインをします。そのままなんですけども、ということですね。UX デザインというものは、この UX をしっかりと設計するということ。だから、例えば UX デザイナーは、UI までデザインすることはなかったりもします。もちろん UX も UI も両方するデザイナーもいますと。はい。なので、このね、体験をデザインする人のことを UX デザイナーと。体験をデザインすることを UX デザインと言います。はい。続いて、これもね、聞いたことある人もいるかもしれないですけども、人間中心設計ですね。この HCD っていうの。この HCD は日本でも、試験があって、それに合格すると、資格がもらえたりするんですけども、ヒューマンセンタードデザインであると。人間中心設計。で、これは何かという、もしくは UX デザインとどう違うのかっていうところなんですけども、グッドパッチさんの見解であったりとか、僕も当然そう思うんですけども、UX デザインとほぼ同義の概念であると。はい。人間を中心としたものづくりにおける設計プロセスのことを指しますと。なので、UX デザイン自体がですね、もう生活者、人間を中心とした設計にするものなので、そもそも UX デザインはもうほぼニアリーイコール人間中心設計であるというふうに、こちらではもう定義しますね。はい。で、ちなみにですね、人間中心設計のプロセス、どんなものがあるのか、どんなことなのかっていうと、これもね、本当に UX デザインのプロセスとね、ほぼほぼ変わりないんですけども、ゴールとしては、まずユーザー要件を満たした設計をすることがゴールであると。で、そのために、一番ですね、利用状況の把握と明示と。これは要するにユーザー生活者をしっかりと、観察しなさいということですね。で、その上で、生活者、ユーザー要求事項の明確化をしますと。はい。これはアンケートを取ったりとかっていうところで、ユーザーテストをしているところで、しっかりと要求するものを明確化しますと。でその上で初めて、設計デザインによる解決策の作成と。デザインをして、プロトタイプを設計するみたいな話ですね。で、そのプロトタイプを設計デザインの評価しますということですね。これでまた、ユーザーのテストを行ったりとか、関係者で、内容検証したりとかですね。これはぐるぐるね、回すわけですよね。で、最終的に出来上がったものが、ユーザー要件を満たす設計ということで、読み出しますと。それが人間中心設計のプロセスと言われるものですね。ほぼほぼ UX デザインと同じものになりますと。はい。そして、こちらもね、よく聞くと思うんですけども、デザイン思考と。これがさっきのモデルの中にどう関係してくるのかっていうところで言うと、
そもそもデザイン思考で言うと、デザインシンキングですね。ノンデザイナーでも企業戦略などでも、活用できるデザイナー的思考であると。はい。で、さっきのモデルに当て込むと、UX っていうもの、ユーザーエクスペリエンスを設計する、ものが UX デザイン、もしくは人間中心設計であると。で、その時に、使うものですね。考え方、思想みたいなものですよね。それがデザイン思考であると。UX デザイナーなり、UX デザインに関わる人が持つ思考ですね。それがデザイン思考であるというところですね。なので、このユーザー体験を満たすためには、別に必ずしもデザイン思考がないといけないというわけではないです。はい。このね、UX デザインっていうものは UX を考えるっていう時点でもう UX デザインが成立しちゃってるんで、ここの内容はもう UX に関わるでマストなんですけども、デザイン思考を必ずしも使うわけではないです。ここはちょっとね、まだ詳しく話さないとちょっとピンとこないとは思うんですけども、そういうことですと。で、もう一つ言うならば、ノンデザイナーでも使えますよと。なので、先ほどですね、人間中心設計の話だったような、こういうプロセス、これはほぼ、もともとはデザイナーっていう、プロのデザイナーが使っていた考え方なんですけども、その考え方を、一般のビジネスパーソンでも、デザイナーじゃない一般のビジネスパーソンでも使えるように再現性を高くしたものが、このデザイン思考であるとも言えますね。はい。で、デザイン思考の代表的な、思想、価値観、手法のところで言うと、はい、まず1つ目、ユーザーの視点で考えるということ。はい。で、あとはプロセスですね。このプロセスで言うと、観察をしてアイデアを創出して、プロトタイプを作って、で、それを検証する。ということをぐるぐる回す、反復するっていうプロセスですね。この辺はね、先ほどね、人間中心設計と、ほぼ同じことをしてるんです。その精度で言うと、一般の方でもできるようなものに落としてますということですね。はい。そして、問題の本質を探ること。そして、一つの問題に関して複数の問題点を探ること。そして、自由な発想からスタートする。そして、素早く視覚化すると。そして、シンプルであることと。そして、チーム間のコミュニケーションを重視すること。はい。このあたりがデザイン思考の大切な考え方になってきますよね。はい。このあたりは、まだデザイン思考も細かくはね、別の講義でもしていますし、今後ね、また詳しくは話をしていくんで、一旦こんだけにしておきますね。はい。そして最後ですね、ユーザビリティ。ユーザビリティとは何かというと、ある製品やサービスを体験するときの有効さ、効率、満足度のことであると。はい。先ほどのモデルに当て込みますと、ここですね、UX を体験、UX をしますというところで、UI を境にユーザーが製品サービスに触れますと。で、その時に、ユーザーが感じるところですね。例えば UI に対して感じるところ、ユーザーがですね、ユーザーが UI に対して感じるところは、有効さであったり、効率であったりするところですね。で、このユーザーが UX に対して感じるところを満足度であったりってことですね。なんで、このユーザーが UI とか UX に対して思うこと、それがユーザビリティであるということですね。はい。で、ですね、ユーザビリティどんなものかっていうと、有効さですね。まず有効さ。これはね、目的を達成できたかどうかですね。例えば、6人中4人が EC サイトで商品を購入できたと。EC サイトの目的、コンバージョンはもう商品を購入することなんで、それがスムーズにですね、6人中4人ができましたと。ごめんなさい。スムーズっていうのも違いますね。6人中4人が、その目的を達成できたってことですね。それが有効さである。有効さは、6分の4ですね。であると。ですね。で、効率がですね、効率というのは目的を達成するために費やした資源であると。何かというと、EC サイトで商品を購入するまでに5分っていう資源を費やしたってことですね。
はい。それが、これが例えばね、5分じゃなくって、例えばもう30分とかね、40分、経たないと購入に至れないってことだと、この効率が悪いよねっていうような話になると思いますね。はい。で、その有効さとか効率っていうものは、イメージしてもらったらわかると思うんですけども、UI に関わる部分ですね。細かい、例えば PC でスマホだったらスマホ上でのフォームとかですね。フォームの UI に関わったりとか、そのコンバージョンに至るまでの、動線に関わること。なんで、その UI に関わることですね。はい。で、最後、この満足度ですね。満足度は使用の際の不快感のなさ、肯定的な態度。例えば、このサービスを使いたいと思った人は7割いたとかいう結果ですね。はい。で、その結果の満足度っていうものを示したものであると。なので、ここは、UI とか細かいところではなくって、もう全体的にどう思ったかなので、この UX に関わるものであるというところですね。なんで、この UI とか UX に関わる、この3つの項目を、このユーザビリティと言いますっていうお話です。はい。今回ね、結構以上、そんな多くはなかったので以上になるんですけども、順番にね、UI と UX、そして UX デザイン、そして人間中心設計、そしてデザイン思考、そしてユーザビリティについてお話をしてきました。はい。この辺りの言葉がね、実際曖昧なまま使われて、なんとなくね、その会議なり会話が、あんまり深い議論にならないままね、進んでいくというのは結構経験上、実際僕の現場でもあるので、そのあたりそういうことをなくすためにですね、しっかりとこの意味を理解した上で、この UX 周りで使われる言葉の意味を理解した上で、そして大事なのは、これ実際に使ってみましょうですね。実際に話してみましょう。実際にこのワードを使って、会話をしてみましょうということですね。それによって、この人は UX の知見があるんだなってことを徐々にですね、思ってもらう。周りにそうやって思ってもらうってことが、UX に踏み込むね、まず第一歩だと思いますので、はい、ぜひ実際に使ってみてくださいということですね。はい。では以上になるんですが、またですね、どんどんね、細かい、具体的な内容もお話ししていきますので、面白いと思った方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。